こんにちは、あきかです。今日もインドからお届けします。今日は、今ちょっと時代の流れが早い感じがして、あとスピリチュアルなこととかもね、今何を自分がやればいいかっていうところをお伝えしたいと思っています。それぞれやっぱり今いる場所っていうのかな、進み方がみんなそれぞれ違うと思うから、そこを説明したいなと思っています。自分のペースだけを大事にするっていう感じなんですよね。結構やっぱり外側を見てるとものすごい時代の流れが速く感じたりとか、他の人の例えばスピリチュアルだとすると覚醒するスピードが速く感じたりとか、そこで自分が置いてかれるような気持ちとか感じるかもしれないし、私の変化とかも見ていただいて、やっぱりなんかあきこさんが遠くになっちゃうみたいにたまに言われたりするから、もうね、人のこと見てる場合じゃないんですよね。なんで変化していくかっていうと、自分のこと一生懸命やってるからなんですよ。他の人のことだってほとんど見てないかな、私とかだと。だから周りで何が起きてるか全然分かってないんです。自分のことばっか見てるから、それぐらい自分大好きというか、自分に集中してるっていう感じかもしれないね。で、そういう感じでみんなね、自分に集中するんですよ。自分に集中する時、他の人のことを今までは別に見ててもよかったんだけど、他の人のことを見てるとそれぞれ今世の中でやりたいことが違うし、進むスピードが全然違うんですよ。で、やりたい方向も全然違ったりするんですね。みんな自分っていうものに生まれて、これやりたい、あれやりたい、これやりたい、あれやりたいっていうのがみんな違うから、パーフェクトな自分で今いるはずなんですよ。パーフェクトっていうのは、その自分の存在っていうのはもうそのままでパーフェクトなわけだから、自分っていうものを見るっていうことですね。で、どっちの方向を進むかっていうのは自分しか見れないから、自分で見るっていうことなんですけど、で、なんか何かをやろうとするときに思い込みのなんていうの、ブロックとか、できないんじゃないかとかね、罪悪感が出てくるとか、なんていうのかな、やっぱり自分を卑下するような気持ちとか出てくるとか、そういうのが出てくる場合は、もうここはもう圧倒的にブロックを外すっていうことですね。そういう思い込みっていうものは、要はその今地球っていうのがね、次元上昇していて、もともと持っている、私たちはそういう思い込みで波動っていうのを下げてたんだけど、この思い込みがもう地球の波動が上がってきてるから、この思い込みでわざわざ下げなくていいよっていう時が来てるから、この思い込みっていうものを外して本来の自分としてこの地球で生きるっていう時が今なんですね。だから思い込みをまだ外してない人は、この自分の思い込みっていうのをまず外すんですよ。で、私の場合だともうブロック解除っていうものに出会ってから4年、もう5年ぐらいになるか。だから5年間もう外してきてるんですよね。だからどういうふうにステップ進んでいけばいいかっていうことが皆さんについてお伝えできるから、そうだから、これを外したことない人っていうかね、思い込みが何かをやろうとした時に気持ちのところで恐れが出てくる人はブロックを持ってるってことだから、この思い癖を外していくんですよ。インナーチャイルドとかね、子供の時のこととか、そういうのもブロックです。重い周波数っていうことね。で、これを外していって、じゃあどうすればいいかっていうことなんですけど、あとはね、波動を整えるかな。大体忙しく、だから今コロナみたいなことが起きてて、なんでこうなってるかっていうのは、圧倒的にだから何にもしてないとっていうか、穏やかで自分が好きなこととかぼーっとしたり気持ちよくいると、完全に宇宙の流れに乗っていい方向に進んじゃうんですよね、私たちって。だけどこのいい方向に進んじゃうばっかりだと面白くないから、わざわざ逆走してたんですね、この地球の中で。だから忙しくする癖があるんですよ。忙しくする癖とか、何かやんなくちゃっていう癖があったりするから、そういうののために、そこの逆走から一回止まるために、こういうコロナみたいなことが今まで起きてたっていう感じかなと思う。だからこういうところがまだ多い人は波動を整えるっていうことを意識的にやるって感じですね。もうね、波動を整えるのは本当にもうなんていうのかな、これからもずっと一番大事なところ。で、波動整えてる。じゃあ私今こうやってぼーっとして鳥の鳴き声聞いてたりするじゃない。
でこういうふうにやってる時にあれやんなくちゃこれやんなくちゃって気持ちが出てくんですよ、最初の時は。だってこんな意味のないことしてたら時間もったいないってなると思うし、でもこれがブロックなんですよね。何かにならなければとかやらなければみたいなことが起きるってことはそのやらなくてもやりたくないこととかも多いわけだから、こういうのも別にやんなくていいっていう自分を許すブロック解除するとか。だからもうここで本当完全に 100% 鳥の鳴き声で30分みたいな気持ちみたいにやってると、これが宇宙の流れに乗るから自分の現実が本当良くなっちゃうんですよね。もう本当にね至福なんですよ、私とかだともうね本当に至福だけど、ブロック解除はやっぱコツコツやってきてたんですよ。で波動を整えるっていうのも整えながら、だからヤギをさ見るっていうところに行き着いて、ヤギや牛を見るっていうことに行き着いたんですよ。これは何でかっていうと、私はヤギとか牛とか大嫌いというか、むしろ何ていうの、動物と見るとか意味わかんないみたいな、なんかそういうタイプなんですよね。どちらかというと思考が強かったし、大嫌いで、動物は好きだけど、なんていうの、そういう動物と触れ合ってる時間があったらなんか行動してた方がいいじゃんみたいな感じのタイプなんですよ。だったんですよね。だけどこの私が要はこの牛を見たりヤギを見たり、だってジャングルのさ、こんなとこに、なんで私がこんなとこに東京で育ってきたさ、そんな都会じゃないけどこんなジャングルの秘境みたいなとこにいるんですよ私。これはもうね完全に波動を整えさせられたんですよね。だからもう何で波動が整うかなっつったら、やっぱ牛とかいるから、牛見てると何にも考えてないんですよね、牛とかって。だからなんか考えてる自分がバカみたいだなみたいになってきて、波動が整ってたみたいな。でヤギの顔見た時目が離れてて、すごいなんて可愛いんだろうみたいな、なんて可愛いんだろうあの目は、なんていうの、ここについてる目とか、なんだろう、なんか全てがやっぱりさいいんだよね、何にも考えないというか。そういうとこに行き着いたんですよね。これ意味ないんですよ、全く意味ないんだけど、これをやってるとすごい波動が整うんですよね、私にとって。だから意味がないことの中に波動整うっていうことがあるから、じゃあこれやってればいいんだってことに行き着いたって感じなんですよ。だから皆さんも波動を整えるブロック外すこと、波動を整えてる最中になんかいろいろああしなくちゃこうしなくちゃって出てきたら、またそこを書き換えたり手放したりしていく、重い周波数を外していく。だから波動を整えることに集中できるようにするっていう感じかな。で現実のところでさ、例えばお仕事とかもちろんね仕事してると思う、仕事してる人はやっぱりそういう職場とかだと波動乱れますから、職場から離れたところでコーヒー飲みながら波動を整えるとか、そういう感じでしていけばいいと思うんですよ。だから今までそういうことやってなかった人はここをやっぱりやっていかないとダメなの。ダメっていうのはもう地球が宇宙になっちゃってるから楽に進めるんですよね。行動しなくたってだから必要な人が引き寄せられていくんですよ。自分が波動を整えられてると誰かから連絡が来たり、誰かが電話がかかってきたり、なんか自分この人に連絡しようと思ったらその人と同じこと考えてたとか、そういうことが起き始めていくんですよね。面白いんですよ。動いてないんだけど、自分が行動してないんだけど、そういうことがシンクロみたいなことがバンバン起きてくるのに、波動を整えるのが超大事なんですよ。この自分が波動が乱れてるとシンクロに全く気づけないんですよね。忙しいから自分がさ気が触れてるんですよ。あれもやんなくちゃこれもやんなくちゃみたいになってるから気が触れてて来てるシンクロに気がつけないっていうのがあるから、気がつくために波動を整えるっていうことかもしれないね。であとは、だからこう波動を整えてると大体いい感じになっていきますから、じゃあここと併用して願望を投げるんですよ。こうなったらこうなりたいなみたいな。私だって今だとそうですね、やっぱねすごいみんなで楽しみたいみたいのがあるんですよね。みんなで楽しみたいっていうのは何だろうな、やっぱりこうみんな志一緒だと思うんだよね。今世生まれてきてる人たち、やっぱ特にスピリチュアルとかこういう宇宙のことに興味がある人っていうのはみんなやっぱりこう地球のことがやりたかったり、最終的にみんなが良くなればいいなって
喜びを分かち合いたいみたいなところがあると思うから、なんかそういう人たちとやっぱりこうつながっていきたいし、高め合っていきたいし、なんていうのかな、やっぱりこう時間とか関係ないんですよ。やっぱり宇宙時間とかになってくると、時間とかこう元地球の概念から外れた時のその人の喜びとかを一緒に喜び合ったりとか、そういう人たちがもっともっと増えればいいなと思うから、じゃあこれ願望だとするじゃない。でじゃあそうなったらで気持ちを出しますから、こうなったらどんな気持ちかな、みんなで分かち合えてすごいそういう人たちがたくさんいたらどんな気持ちかなみたいにやるじゃない。やばいなみたいな、大体やばいなんですけど、やばい超楽しいなみたいな、これこれみたいな、もうほんとみんな涙流してほんとよかったなみたいな、私もすごいお泣きだなみたいな感じで、嬉しいな楽しいなとかなるじゃないですか。この気持ちが今宇宙に行ったから叶ってっちゃうんですね。であとはちょっとグラウンディング入れようか、おへいさんのあたりの丹田に力入れて一回吸って吐く、で下にエネルギーを下ろすイメージする。これをまあ3回ぐらいやってもいいよね。そうすると今の自分の願望がハイヤーにも行って、あと地球に根ざすから、両方にガーンっていって現実化が超早くなるっていうことですね。これぐらいかな。あとはまた波動を整えてると、インスピレーションが来るから、インスピレーションが来たらそれやるみたいな。インスピレーションが来るまでボーってまたヤギの目でも見て可愛いなみたいにやってる、ピヨーンってくるから。だからね、すごいこの自分がやりたいと思ってることと波動を整えるのはあんまリンクしないんですよね。ヤギをなぜ見てていろんな自分の願望が叶うのかは全くわからないんだけど、とにかく自分にとっての波動を整えることは何かっていうことをやっている、この波動が大事なんですよ。この波動が自分の現実を作っていくのに栄養というか、こう命になっていくから、現実を想像していくためにね。そうそう、今までの私たちの現実っていうのはあんまりこう自分でオーダーを出してなかったんですよね。流れるままにっていう感じだったけど、もうこれからは意図的にこうやって簡単にできてるわけだから、自分の人生をもう意図的にクリエイトして超やばい楽しい人生にするためにする波動も地球がさそうなっちゃってるわけだから、これでやらなかったらもったいないよね。だからこのために、じゃあ今ブロックがある人はこのステップを踏んでいけばいいですよ。外していく、外す、もう徹底的に外した方がいいですね。まだあるんじゃないか、まだあるんじゃないかって、それも思い込みだから、なんていうの、外す時はバーって外して集中して、であと波動整えて、波動整えてる時にまたブロック出てきたりするから、それも整える。だから外側に嫌な人がいるとか、この人がいるとか、あの人がすごいとかやってる時っていうのは完全に外側に目がいってるから、自分に全然集中してないっていう感じ。あとは外側に目がいってるってことはそれがブロックになってるってことだから、それ外すっていう感じかな。今もう完全に私は外側のこと何も見てないですね。何が起きてるかが全然分かってないというか、そういう感じ。内側もずっと生きてるから、楽しいし平和ですね。このステップを踏んでいただければいいんじゃないかと思いますので取りました。一人一人みんな進み方は全く違うし、やりたいことが違うから、人と比べるっていうさ、もうパターンはやめようってやめてもらうといいんじゃないかと思う。苦しいだけですね。違うから、全く自分とやりたいことも違うし、自分との進み方も違うし、やっぱり自分は完璧に今世の、例えば私だとすると、私っていうものに生まれたことによって成し遂げたいことがやっぱりあったんだよね。それを見る時だから、皆さんも今自分っていうものになってると思うけど、これはもう完全にやりたいことが、この自分としてやりたいことがあるからこの自分になってるっていうことだと思うんですね。だから自分を掘り下げるっていうことをやってみるといいんじゃないかと思います。マイペースでいいと思うんだけど、このステップ踏んでいけばやばくなりますよ。そんな感じですね。ではまた撮ります。ではでは。